はいどうもこんにちは、こんばんは、カドラバです。今回はですね、またもや暗黒界の雑感報告です。で、今回は新規のゼンタと踏み殿に関して使用してみた所感を言っていきたいと思います。よろしくお願いします。で、早速ゼンタなんですけど、これは超強いですね。めちゃくちゃ使いやすかったですね。まあ皆さんのご想像通りだと思うんですけど、このカードね、なんかやってて、今までの暗黒界とはちょっとなんか性質違うなと思ってたんですね。で、それが使っててはっきりしました。で、それが、これまでの暗黒界と違うのが、コンボ性ってとこですね。今までの暗黒界ってカードプラス特定のカードっていう条件が必須で、それがないと動きは取れなかったんですね。で、それに対してこのカードは、捨てて門をサーチするとかまでは効果的に独立してるんで、手札の質を高めつつ、墓地に悪魔族が溜まる。この動きが単一で取れるのが大きいところですね。で、これがその他の暗黒界と違うところだと思います。もしもお手札に他の暗黒界が最悪ない場合でもデッキ圧縮になりますし、他の1枚でもあれば門効果でドローして、で、さらにワンチャンがあると。こういう風にして、とりあえず引ければ動けるっていうカードになっているのが、ゼンタの非常に大きいところだと思います。で、使ってみた感、かなり中毒性があるっていうか、ゼンタ引きたいなって常に思うカードですね。で、特殊召喚に関しても使えて、これで踏み殿の条件であるフィールドに暗黒界っていうのも整えられますし、あとグラファの蘇生先にもなりますし、で、リンク素材にもなると。で、リンクだったらこの前出たデスキャスターとかもいいですね。あれかなり強いんで、多分エクストラに入ると思うんですけど、で、こういうカードの墓地の特殊召喚って、フィールドから離れた時、除外されるのが大半なんですけど、このカードは再度墓地に落ちるんで、また門のコストになれると。で、またそれをするとフィールドのモンスターも増えると。これがターンをまたげば使えるんで、非常に使いやすいですね。エンジンと燃料を一緒くたにした合わせたようなカードになってます。で、当局のコストにもなるんで、使いどころはかなり多いですね。単発で使える効果の上でバンバン暗黒界サポートしてくれるんで、引き得なカードになってました。あと細かいところだと、門の効果で除外して蘇生するとき、手札から捨てた暗黒界の効果にチェーンして、この効果を発動することで、手札から捨てた暗黒界の効果を1、チェーン1、この蘇生効果を2にすることで、裏洗い受けとかにもなるんで、ここも細かいけどありがたいかもですね。で、次に踏み殿ですね。これも強かったです。やっぱりドロー加速ってどんなテーマでも欲しいじゃないですか。で、それがようやくそのテーマ的にも来たと。で、1の効果、2の効果もどっちも有効で、1が発動できないような時でも、2で手札を入れ替えれば他の動きができるようになることも多かったです。で、ゼンタ込みの門もそうなんですけど、このカードも永続魔法で毎ターン打てる可能性があるっていうのが大きくて、放っておくとどんどんアド差が広がるデザインになってるんですよね。以前の動画で暗黒界は当初は割とコントロール寄りだったっていう話をしたんですけど、このカードはその流れを組んでて、ターンを重ねる場合のアドバンテージ、これが増えていくっていうのを現代風にまとめたって感じですかね。ただ全体以外の暗黒界はやっぱりこれでも事故っちゃう時があるんで、だから今のところは2枚採用にしてます。一応ね、スノーでサーチできるんで、そこら辺もありがたいですかね。その3枚入れなくても、素引きしなくてもサーチできる可能性はあるんで、この2枚でどう変わったかなんですけど、以前竜神王が発表された時期は、竜神王プラスシルバが強いって感じだったんですけど、この2枚が来てからは、その構えプラスタイタニックギャラクシーとか、割と上振れた構えが狙えるようになってました。以前採用してたレイブンとか、あとやたら話題にしてた未回帰に関しても、サポートとしての枠に収まってて、いい感じになってました。ちなみにレイブンは外れて、今こんな感じの構築で、検討してます。で、構築は人それぞれだと思うんですよね。ワンチャン誘発いらなくねとかいう方もいらっしゃると思うんですけど、個人的にはようやくこれで暗黒界も現代風かなと思います。で、エクストラはランク8とかリンクで構成してるんですけど、まだそれは検討中なんで、一応多分トロイメアとか、あとデスキャスターとか、タイタニックギャラクシーとか、で、暗黒界のグラファー、竜神王グラファーとか入れてっていう感じになると思うんですけど、で、ブラを入れてるのはそれだけ余裕ができた証拠であるとも言いたいですね。全然ブラが弱いっていうこともないですし、踏み殿の位置の効果的に暗黒界の割合を高くしたいんで、それで入れてるって感じです。で、今入れてないんですけど、未回帰だとコメントの方でもいただいてたモスマンはいい感じですね。で、新規のおかげで手札を捨てれる機会も増えてるんで、上級が多くても結構回せます。安定できます。だからグラファが2枚になってるっていうのは、レイン捨てた後に、さらに他のカードの効果でサーチしたグラファを捨てれる可能性が高くなってるからですね。だから
素でとりあえずグラファを引き込まないと融合が出せないから動けないみたいな、以前あった焦りみたいなものが緩和されてるって感じですかね。で、愚かな服装に関しては以前と変わらず当局のサルベ目的です。いわばこれ自体が手札を捨てるカードになるんで、それだけでもありがたいかなと思って、墓地に落とすっていう目的で入れてます。で、その上で融合も狙えるようになるんで、とりあえず手札に入れたいですし、墓地の効果を使うだけでもありがたいんで、それで愚かな服装がガン積みしてるって感じですね。でもしもこれいらなかったら捨てるって方法も踏みドノとキャスターでできるようになったんで、とりあえずそんな事故になるってことはないと思います。むしろダブっても書道は保証されるんで、そっちの方がいいかなと。で、フェンリルに関してはお察しください。すいません。これは強すぎるんで、入れなければいけないという状況になってるっぽいです。義務なんですね、多分これは。あんま入れたくないんですけど、強すぎるんでダメです。で、今のところこの構築だと、エクストラそんな使わないんで、金満とか金券も入れたいんですけど、暗黒界ドローが封じられると結構きついんで、だからそこら辺ちょっと残念かなっていうか、入れたいけどちょっと無理だなっていうところはありました。だからドローソースとしては闇の誘惑とか入れたいんなら、そっちの方がいいですかね。で、この構築でどうなったか、動きなんですけど、手札誘発込みで5枚から始まって、で、最終的に手札減らずに盤面7枚になる時とかあります。だから安定力、展開力ともにかなり高くなってるんで、さすがにここまで上振れしたら勝ちだと思うんですけど、非常にいい感じに回せるようになってると思います。で、前の動画でこれで新規も終わりかなって言ってたんですけど、どうもまだ新規あるみたいですね。なんかまだくれるのって感じなんですけど、なんか次の発表も楽しみですね。時期的に一番の目玉が来る可能性もあるんで、コメントの方でもいただいてましたけど、暗黒回路来てほしいですね。来たらめちゃくちゃ強いと思うんですけど、なんかアニメで出たカードで、暗黒回サーチしてから手札1枚捨てるっていうめちゃくちゃ都合のいい効果なんですけど、もし来たらかなり話題になりそうですね。ツイッターのトレンドとか上がるかもしれないですし、間違いなく強力なカードなんで、そういうのが来るのか、どうか、今後楽しみにしたいと思います。はい、というわけで暗黒界の雑感報告2でした。今後暗黒界の続報ね、また来た時に検討してお伝えしていきたいんで、チャンネル登録とかね、もしできたらしていただけましたら幸いです。はい、というわけでまた次の動画でお会いいたしましょう。